王様と9人の兄弟。それはいつの頃か、天で見当もつかないほどの大昔、イ族のある村に年寄りの夫婦が住んでいました。二人はいつも子供が欲しい子供が欲しいと思っていましたが、すっかり腰が曲がってもう子供は生まれません。ある日のこと、おばあさんはあんまり寂しいので、裏の池のほとりでじっと考え込んでいました。一人でに涙がこぼれて、ポトンと池の中に落ちました。すると池の中から白い髪の老人が現れて、なぜ泣くのじゃと優しく尋ねました。おばあさんが訳を話しますと、よしよし、それではお前さんに丸薬をあげよう。一粒飲むと子供が一人生まれる。9つあるからみんなで9人の子持ちになるわけじゃ。と言って黒い小さな薬をおばあさんに渡しました。これはどうもありがとう。おばあさんはそれをおしいただいてから顔を上げてみますと、もう老人の姿はありませんでした。おばあさんは家に帰ると早速その薬を一粒飲みました。そして1年待ちました。けれども赤ん坊は生まれません。おばあさんは待ちきれなくなって、あるだけいっぺんに飲んでしまいました。すると間もなくお腹が膨らんで、ある日突然9人の赤ん坊が生まれたのです。おぎゃーおぎゃー、あわんわ。もう大変な騒ぎです。おじいさんもおばあさんも困ってしまいました。ひどい貧乏なので、とても9人もの赤ん坊など育てていくことができません。2人が辛くて涙をこぼしていると、なぜ泣くのじゃなという声がしました。いつか池のほとりに現れたあの老人が立っています。そこでおばあさんは困っているわけを話しました。よしよし、心配はいらん。何にもしてやらなくてもこの子たちは一人でに立派に育つのだ。と言ってその老人は子供たちに名前をつけてくれました。その名前というのは、力持ち、食いしん坊、腹いっぱい、ぶってくれ、長すね、寒がりや、暑がりや、切ってくれ、水くぐりというのでした。さて、この9人兄弟は一緒にいっぺんに大きくなりました。ちょうどその頃、都では大変な騒ぎが持ち上がりました。王様の宮殿の竜の形をした柱が突然倒れてしまったのです。この竜の柱は宮殿を支える一番大事な柱でした。それだけにとても大きく、とても重くて、持ち上げるどころか動かすこともできません。王様の家来の中にも都の人々の中にも、とうとう誰一人この柱を直すことのできる人が見つかりませんでした。そこで王様は国中にお触れを出しました。宮殿の竜の柱を元通りにできた者には望みの褒美を取らせる。この話は9人の兄弟のうちにも伝わってきました。そこで兄弟は相談をして力持ちが出かけることになりました。ちょうど夜中に力持ちは宮殿に着きました。そして倒れている竜の柱をひょいっと持ち上げ、ちゃんと元通りに直して帰ってきました。明くる朝になってこれを見つけた王様は驚いたのなんの、早速直した者は誰かと聞きました。家来たちは方々聞き回った挙句、やっと9人兄弟の一人が直したということが分かって王様に申し上げました。
けれども王様は信用しません。もしそのような力持ちならきっと大飯が食えるはずじゃ。と言って大きなお釜をいくつも据えてご飯をいっぱい炊かせました。もしこのご飯を全部食べたらその男が柱を直したのは確かであろう。だが食べられなければ大嘘つきの罰として牢屋にぶち込めと命令しました。この命令はすぐに9人兄弟の家に伝えられました。兄弟は早速相談をして今度は食いしん坊に行ってもらうことにしました。なんとも都合のいいことにこの9人兄弟は9人とも顔も体つきもそっくりだったのです。食いしん坊は宮殿に着くとそこに並べた大きなお釜のご飯をペロリと全部平らげてしまいました。そしてこれきりじゃとても足りない、もっと振る舞ってくれと催促します。おかげで宮殿の米蔵はすっかり空っぽになってしまいました。王様はだんだん怖くなってきました。そこで急いで食いしん坊を家へ返しました。それからというもの、王様は心配のあまり夜も昼もイライラして落ち着けなくなりました。あんな力持ちであんなに大飯くらいの男がいては今にきっとわしを倒してこの国の王になるに違いない。そう思った王様はどうにかしてあの男をやっつけてしまわねばならないと一つの計略を考え出したのです。あいつはすごい力持ちだから何百人でかかってもかえって負けるだけだ。それより大飯くらいだからご飯を食べさせずに飢え死にさせてしまうに限るわ。これはとびきり素敵な計略だと王様は思いました。やつを捕まえてきて飢え死にさせよと王様は命令を下しました。このことはすぐさま9人兄弟の家に伝えられました。兄弟は相談すると今度は腹いっぱいに行ってもらうことに決めました。腹いっぱいが宮殿に着くと王様はすぐさまこやつをしっかり縛って牢屋にぶち込めと家来に命じました。そして7日7晩何一つ食べさせませんでした。それこそお米一粒水一滴も。8日目の朝でした。もうあいつも飢え死にしてしまったことだろうと王様は思って牢屋の戸を開けさせてみました。すると「ああもう夜が明けたかい。ものを食べないおかげでいい気持ちだった」と腹いっぱいは大あくびをしながら出てきました。見ると7日前より一層元気がいいようです。王様はこれではどうしようもなくて腹いっぱいを家へ帰すほかありませんでした。けれども王様はますます不安になりました。そうだ、やつめを撃ち殺してくれよ。この命令はすぐに9人兄弟のところへ届きました。兄弟はまた相談をして今度はぶってくれが行くことになりました。ぶってくれが宮殿に着きますと王様はすぐさまこやつをがんじがらめにして打ち据えよと命じました。打ち手は群がってきて一斉に棍棒を振るいました。ぶってくれは背中と言わず頭と言わずめちゃめちゃに棍棒の雨を受けながら嬉しそうに言いました。ああいい気持ちだ、もっとぶってくれ。かゆいところをかいてもらってこんな嬉しいことはない。しまいには棍棒は折れてしまうしうちではへたばってしまいました。けれどもぶってくれは涼しい顔をしてかすり傷一つ負っていません。王様はどうしようもなくてぶってくれを家へ返しました。
王様は夜通し考えた挙句こう命じました。やつをひっ捕らえて高い山のてっぺんから谷底へ突き落としてしまい、家来が9人兄弟のうちに捕まえに行きました。すると今度は長曽根が行くことにしました。長曽根はすぐさま岩山のてっぺんに連れて行かれました。そして切り立つような崖の上から谷底めがけてどんと突き飛ばされました。その時です。長曽根の片方のすねがシュッと伸びて谷底まで届いてしまったのは、もう片方はそれは向かいの山へまたいでいたのです。こうして王様はまた失敗しました。怖くて怖くて王様は全く眠れません。頭の中をかき回すほど考えに考えて、もう相手を焼き殺すほかはないと思いました。今度は寒がり屋の番です。王様はすぐさまどんどん火を燃やしてその中へ寒がり屋をぶち込みました。王様のひげまで燃えてしまうほどに火が強く燃えているのですが、寒がり屋はニコニコと炎の中で笑っています。とうとう髪の毛の一本も焼けないうちに燃やす焚き木がなくなってしまいました。王様はイライラしました。こうなったら雪の山へ捨てさせて凍え死にさせるより他はない。今度は暑がり屋がやってきました。雪の山へ連れて行かれて雪の中へうずめられました。ところが雪の方が湯気を立てて溶け出してしまったのです。こうなったら捕まえて切り刻んでしまい、王様の命令に今度は切ってくれが連れてこられました。王様は太刀を振りかぶってえいと切りつけました。ところが少しも切れません。えいえいえいとめちゃめちゃに切りつけましたが、耳ずばれさえ残りません。ああ、いい気持ち、もっと力を入れて切ってくれ。これには王様もすっかり参って、切ってくれを追い出してしまいました。もうとてもとても我慢ができません。王様はカンカンになって、やつをひっ捕らえて、大川の中に放り込んでしまえ、と命じました。今度は水くぐりがやってきました。そして大川の中に落とされると、まるで魚のようにすいすいと水をくぐって波の中を泳ぎ回ります。やがて水くぐりは大川の水を口いっぱいに含んだかと思うと、ふーっと王様めがけて吹きかけました。するとどうでしょう。王様も宮殿も何もかも大川の中に転げ込み、波に飲まれてしまいました。こうして9人兄弟は悪い王様に勝ったのです。この日からイー族の人々は王様からひどい仕打ちを受けることもなく、楽しく平和に暮らしたということです。おしまい。